皆さんこんにちは、ジントロイです。海です。僕たちは今、JR 上野駅にいます。JR がまだ国鉄だった頃は東北地方の玄関口として栄え、新幹線や高速バスが発達した現在も、北関東路線の接続駅として機能しております。前回の実況で終着地だった京成上野駅もすぐそこにあり、昭和の全盛期から数十年経った令和も同様、昼間は地面が見えないほどの人で溢れ返ります。そんな山手線圏内にある上野駅から列車でたった30から40分で行ける場所にある、まるで絵本の世界に迷い込んだような、素敵なローカル線をご紹介いたします。あらかわいい。私もお気に入りの場所でいつもピーピー泣いている小鳥ちゃんがいるから、妙に親近感が湧くわ。堂々と入るべきだったよ。ゆっくりしていってね。さあ黄色と黒の産毛がふっさふさの小鳥ちゃん、誰かに振り向いて欲しくてメソメソしている時に出す可愛い声で、どの路線に乗ればよいか教えてくださいな。笑ったり怒ったりする前に頭のコンデンサーが破裂しそうだよ。ここ上野駅からまずは、常磐線に乗車します。常磐線には成田駅平区か取手駅止まりの緑色の電車、取手駅より先、土浦駅や水戸、高萩駅まで行く青色の電車があります。今回の目的地は本当に近い場所なので、どちらのどの行き先に乗っても問題ありません。常磐線に松戸駅まで乗車し、そこで一旦乗り換えです。常磐線には特急列車も走っておりますが、上野駅を出てすぐ柏駅や土浦、水戸駅まで飛ばしてしまうので、普通列車に乗車します。常磐線は上野駅を出ると、前回の実況にて京成電鉄から見下ろした呉服線を走ります。日暮里駅までは色とりどりの JR の通勤列車と仲良く並走。その後は大きく右手にカーブし、京成電車、地下鉄日比谷線、つくばエクスプレス線と折り込み合うように葛飾エリアへ向かいます。日暮里駅から三河島駅間のカーブは130年近く前に常磐線が改良した際、後から旅客用の列車が上野駅まで乗り入れるために増築された線路となっております。このカーブはとても急なため、前の車両から編成の後ろを見ることができちゃいます。南千住駅付近ではスカイツリーを見上げながら下町区間を走り、北千住駅を出るとつくばエクスプレス線、東京メトロ千代田線に挟まれるように荒川を通過。その先にある東武スカイツリーラインでは東急5000系が遠い場所から並走する場面を見ることができました。荒川を通過した後、東武線の高架をくぐると、東京メトロ千代田線と常磐線各駅停車が接続する、綾瀬駅を通過し、亀有、金町エリアを走ります。今回乗車する鉄道の起点駅は常磐線各駅停車と接続しているため、常磐線各駅停車に乗り入れしている東京メトロ千代田線や小田急線からも行くことができます。鉄道会社2社分の運賃、1時間以上の所要時間がかかりますが、その気になれば東京23区から行くことも可能です。それを踏まえても東京山手線区駅から4から5時間くらいで観光し、戻ってこれます。東京へ観光に来た際に、ぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。江戸川を渡ると東京都から千葉県に入ります。千葉県に入ると最初は松戸市に入りますが、今回訪れる路線はここ松戸市と隣の流山市を結んでおります。次の松戸駅で、各駅停車に乗り換えましょう。松戸駅では各駅停車の下り、4番線からの乗車です。見て、ジントロイ、ピンクが綺麗な新京成8800型よ。新京成8000型を実況した時に
にここ松戸駅が終着地だったわよね。言われてみればそうだったね。ここ松戸駅から各駅停車で2つ目の、馬橋駅まで参ります。さっき荒川を通過した後に東急8500系の実況で見下ろした場所も通過したし、松戸のお隣柏駅では一番最初に実況した東武8000系も走っている。僕たちにとっては結構通った場所の近くに来ているね。これから訪ねる路線を走る車両も、東急8000系列や東武8000系、新京成8000型と同じく、転属、移籍する前は大きな功績を残し、一部の仲間は今でも前にいた鉄道会社の支線で大活躍している車両です。それではお待たせいたしました。次の馬橋駅にて下車。ここで今回のテーマのローカル線に乗り換えます。新松戸に停まります。馬橋駅で降りたら一旦改札を出ます。改札を出て左手、西口の駅ビルにつながる古線橋を行くと、右手に見えてくるのは小さな出入り口。近代的な古線橋と駅ビルとは違って、なんだか懐かしい雰囲気が漂う不思議な入り口。屋根を支える柱は木造で、広告や掲示板もアクリルケースではなく、緑のベニヤボード、階段の先には夢のような光景が広がっていました。まるで映画のセットのような改札口とプラットホーム、上野駅から40分でこのような素敵な場所に行けちゃいます。こちらは、総武流山電鉄。近年、流鉄流山線、と名称を変更しました。スイカやパスモなどの電子マネーは使えませんので、現金で切符を購入します。切符に入居省略、と書いてあり、改札口にも、そのままお通りください、と書いてあります。この際、目的地までの正しい切符を購入したか確認しましょう。向かい側のホームではスマートホームドアに JR の後姿自動放送が流れているのに対し、こちらは木造三角屋根の下にひさし付き蛍光灯、白地黒文字の案内看板、ジブリやディズニーにありそうな、平行世界の出入り口に立っているような雰囲気です。そして何よりすごいのは、観光路線としてだけでなく現地の通勤、通学手段としての役割も担っているということです。閑散時でも20分間隔で運転、朝や夕方になると、JR や大手私鉄と変わらないほど混み合います。美しい流鉄馬橋駅の構内を楽しんでいると、遠くから踏切の警報音がかすかに聞こえてきました。待合室を出ると、綺麗な緑色を下に両編成の列車が入線してきます。やってきたのは流鉄5000系若葉号。半年前は黄緑に白帯の塗装でしたが、検査の際に薄緑色エメラルドグリーン帯にイメチェンしました。元は西武鉄道の新宿駅系で、西武鉄道を引退した後流鉄線に入線、改造の上東路線の主力として活躍しております。流鉄では編成ごとに専用の図書区と愛称をつける慣例があり、流鉄の魅力の一つでもあります。車内は西武鉄道時代の面影を残しながらもカラフルな配色で、乗車するお客様や鉄道ファンを楽しませてくれます。懐かしい本物の発車ベルが鳴り響き、列車は発車します。この3000系若葉号に乗って、終点の流山駅まで参ります。さあ、出発進行です。流山
をいただきましてありがとうございます。この電車は流山行きでございます。次は大谷でございます。発車するとすぐに JR 常磐線と武蔵野線を結ぶ貨物線と一緒に少しずつ西側にそれていくように常磐線と並走します。民家や植えてある樹木とスレスレの距離を走り、並行して流れる川との間には自然の木々や草花も眺められます。とは言っても撮影した日は真冬ですので木や草も枯れて休眠中、もうすぐ来る春をゆっくり待っております。ちなみにここには桜の木などが植えてあり、春になると非常に美しい光景が眺められます。流鉄線から眺めるもよし、間の遊歩道から流鉄線の列車と一緒に見てもよく映えます。JR 新松戸駅の目の前にある巨大な踏切を通過すると、雑居ビルの隙間に入り込むように高野駅に入線。一面一線の単線ホームながら高層マンションの駅階に駅舎があり、昭和の施設の中型駅をそのまま商店にしたような雰囲気があります。高野駅を出て新松戸駅、高野駅近辺の路地裏を通り過ぎるあたりから少しずつ景色が変わっていき、今度は空がよく見える、自然いっぱいの開けた景色になります。見て見てジントロイ、優先席のモケット柄が猫の肉球よ、かわいい。本当だ、今まで何回か流鉄線は乗ったことがあるけど、これは初めて見たかもしれない。綺麗だね。流鉄線の中心にある小金城市駅は、流鉄線の中間駅で唯一の交換可能駅です。前方流山方面からやってきた列車が反対ホームに入線すると、信号が青になり、速やかに発車していきます。小金城市駅を出た若葉号は、松戸市と流山市を流れる坂川を渡り、今度は流山市に入ります。流鉄線の線路脇や水路、道路の横に並行するように敷設されている箇所が多いです。こういった面も地元に寄り添う流鉄らしさを感じ取れるね。そうね。横の道から写真や動画を撮っても美しいけど、うく主が実際に撮ってみたら意外と空港量が多くて、地元の人たちの往来妨害になって迷惑がかかりそうだし、自分自身も他のものとかぶりが多くてうまく撮れにくかったみたいよ。それは確かに難しそうだね。でも逆に言えば、それくらい沿線が発達しているし利用客も多く見込めるということだよね。若葉号の車内も意外と混んでいて、沿線の道路と同様の理由で撮影するのが少し難しかったとウプ主は言っておりました。うく主が言える立場じゃないかもしれないけど、他のお客さんや沿線の方たち、自分たちも心地よく過ごせるように、本職の方々にも敬意を払って趣味活動したいものね。う兄ちゃんの言う通りだね。ここは終点より一つ手前の平和台駅、馬橋駅や新松戸、高野駅ほどではありませんが、ここも大きくて便利な駅前となっており、お客様の乗り降りもかなり多い駅となっております。平和台駅を出ると次は終点流山駅、馬橋駅から流山駅までの所要時間は13分前後でした。次は流山駅で下車し、レトロで美しい流山駅舎の姿をお送りいたします。平和台駅を出てすぐ、終点の流山駅に到着いたしました。ここには流鉄線の整備工場があり、流鉄線と流山市の観光案内所もあります。この駅も馬橋駅、小金城市駅と同様一面二線のホーム構造で、発車サインは電磁石でゴングを叩く、昔ながらの警報ベルです。
若葉号は流山駅に着くと折り返し馬橋駅行きとなり、数分ですぐに発車していきました。流鉄線はワンマン運転を実施しているため、ドアが閉まってから発車するまで少し間が空きます。列車が出ていくと駅構内は一気に静かになり、鳥さんの声や風の音、かすかな車の音だけが響く静かな風景に一変します。流山駅と流山検車はほぼ一体の構内構造をしており、車両を整備している工場や洗車、点検用の作業台を間近で見ることができちゃいます。プラットフォームの線路のうち一つは車止めがついた終端構造で、もう一つはそのまま工場内編入線、鉄道模型のカタログで使用されているジオラマ、モジュールレイアウトのような、マニア心をくすぐる楽しい風景が見られます。しかしそれ以上に貴重な光景がこの先に待っています。改札を出てみましょう。昔にタイムスリップしたような、いつかどこかで見た光景。懐かしいアイテムがいっぱい、現地へ訪れた際にはほっぺたをつねってみてください。これは令和に見られる世界、しかも東京の山手線が発着している駅から、最短で1時間足らずで来れる場所です。駅構内のショーケースでは、地元の子供たちが総合学習で独自に調査した、流鉄線の魅力あふれる情報を閲覧できます。流鉄5000系、流鉄線のキャラクターのアイロンビーズや缶バッジにも注目です。駅の隣には物産展があります。撮影当時は遅い時間のため閉店中ですが、別な日の朝に伺ったところ、楽しい商品がいっぱい並んでいました。店内は前回撮影した銚子電鉄と川駅のようにレトロなアイテムがいっぱいで、流鉄線に訪れる際に必ず寄っていきたい素敵なポイントです。流山検車の外壁には、流鉄線と流山市の歴史、風景をテーマにした壁面アートが描かれております。敷地内から出てる街灯がこれまた素敵ね。絶縁油を塗った木の支柱に丸い安定器、緑色のクリアカバー、流山検車の修理工場建屋自体も歴史的価値のある作りだわ。検車内は流山電鉄のプライベートエリア、物産展の店内も商品が映り込むため撮影することは控えましたが、物産展内には骨董的価値のある昭和レトロなステレオやミシンなどが展示してあり、可愛らしい鉄道グッズや地元の特産品を使った洋菓子など、商品もかなり充実しております。流山検車もパンタグラフの終電パーツや、床下機器などが間近で見られる場所もあります。皆さんも流鉄線に乗車した時は、ぜひ訪れてみてください。そろそろ馬橋駅に戻ろう。やってきたのは同じく流鉄5000系の赤城号と菜の花号で蘇生された列車です。ちょっと、なんで2つの列車が半分こになっているのよ。あなたたち、普段一緒にいるもう片方に内緒で仲良くしてるんじゃないでしょうね。そういう兄ちゃんの方が未編成と流鉄さんに失礼だよ。浄水本や昼ドラのようなニッチなネタをねじ込まないでね。赤い列車は赤城号、黄色黄緑帯の列車は菜の花号です。どちらも2両編成の列車ですが、ある特殊な事情で片方の1両を取り替えっこして運転しております。一体どんな理由で今月編成になったのかしら。オムライストレインという名前も不思議ね。その名前もこの編成が誕生した理由に深く関係しているよ。せっかく素敵な場所なのに、帰るのがちょっと寂しいわね。でも東京都から常磐線で千葉県に入ってすぐだから、また気軽に来れるわ。そうだね。遠くに旅行に行かなくても気軽に乗れるローカル線。それも流鉄の魅力の一つだよね。
ちなみにこちらの菜の花号と赤城号ですが、このような編成になったのは2021年の末に編成含め流鉄5000系はこのような編成になっておりますが、そのうち菜の花号の1両に不具合が発生、菜の花号は稼働不能になってしまいます。しかもちょうど同じ時期に赤城号が全般検査に入っていたため、合計で2編成がお休みの状態になってしまいました。まあ大変、2編成も運用に出られないとなると、編成不足で運行が厳しくなるわね。でも菜の花号が不具合を起こした時に、検査中だった赤城号のうち、ちょうど片方の1両が検査を終えて待機していたんだ。ということは、不具合のないもう片方の菜の花号に、検査を終えた赤城号の1両をくっつけて、こんな編成が固定されました。というわけ。最初は菜の花号の修理と赤城号の点検が終わるまでの暫定的な処置という位置づけで、相性とかも決まっていなかったんだ。ところがこの赤い電車と黄色黄緑帯の列車を見た沿線の方から、オムライスみたいな楽しい列車だと話題になったんだよね。赤がチキンライスとケチャップで黄色が卵焼き、黄緑がミックスベジタブルとバジル、パセリ、これを思いついた人はかなり発想力が高い人ね。こうして流鉄はこの編成をオムライストレインと命名。さらに修理が完了したもう1両の菜の花号、同じく全検が終わり出場した赤城号も同様に編成、オムライストレイン2号になりました。こちらも同じ元は西武新101系、同じ形式同士だからこそできる編成ね。けどユニットタイプの電動車の種、服を交換する事例は珍しくはないけど、かなりイレギュラーな組み替え方だからなんだか新鮮ね。そうなんだよね。ちなみにこのオムライストレイン、最初は期間限定での運行予定だったのですが、沿線の方々や鉄道ファンからとても人気があったため、当分の間そのままの編成で運行されるようです。鉄道会社だけでなく地域の人と一緒に作る、それだけ愛された鉄道なのね。JR 常磐線に直通している東京メトロ千代田線16000系電車の普通列車が見えてきました。まるでオムライストレインが途中まで送ってくれて、16000系が自分たちの世界から迎えに来てくれたような印象ね。短い時間でも十分に楽しめる、どこか懐かしい異世界旅行のような列車旅でした。東京の上野駅から40分で行けちゃう、素晴らしい流鉄線の旅に皆様も出かけてみてください。東京23区から1時間以内とは思えない観光スポットのような非日常を体験することができるでしょう。流鉄線は観光路線としてだけでなく地元の人々の足となる通勤路線、そして常磐線と新京成線、つくばエクスプレス同様、流山市と松戸市のシンボルとして活躍する、とても重要な路線です。皆さん、この動画が良いと思ったらグッドボタン、他の動画も見てみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。鉄道実況の他にマイクラ実況、インスタグラムではウプ主の誰得コレクションを紹介しております。よろしければそちらもご覧になってください。それではご視聴ありがとうございました。またね。